美の暴力、美人の基準が現代と真逆。平安女子の過酷すぎる美の追求とその裏側。導入。タイムスリップしたらほら。もし平安時代にタイムスリップして絶世の美女に出会ったら、おそらく多くの人は驚いて言葉を失うでしょう。眉毛はない、歯は真っ黒、顔はふっくら、しかも髪は床を何メートルも引きずるほど長い。現代の美の基準とは180度違う1000年前の異様な美意識、むしろ不気味に見えるかもしれません。しかし当時の人々はそれを完璧な美と呼びました。なぜ人はここまで美しさを追い求めたのか。そこには過酷な宮廷社会を生き抜くための女性たちの並々ならぬ執念と戦略が隠されていました。今回は平安女子が命を懸けた狂気の美容法の真実に迫ります。第1章、マロ眉の正体、感情を消した鉄面皮。平安女子の身だしなみ、それは眉毛をすべて引き抜くことから始まります。一本の凝らず抜き去った後、額の高い位置にポツンと墨で描き足す天井眉。なぜわざわざそんな不自然なことをしたのか。それは感情を悟られないためだと言われています。激しいマウント合戦が繰り広げられる宮廷では、一瞬の表情の動きが命取り。例えば宮廷ではほんの一瞬の表情の変化から、あの人は不満を持っている、誰かに嫉妬していると噂が広がることもありました。そのため女性たちは感情を表に出さない仮面としてあの眉を作っていたとも言われています。自眉を消して高い位置に眉を描くことで喜怒哀楽を隠し、常に優雅で冷静な鉄面皮を作り上げたのです。第2章、お歯黒の美学、白い歯は野蛮の証。次に驚くのがお歯黒です。現代では白い歯が美しさの象徴ですが、平安時代、白い歯はむき出しの骨のように見え、野蛮で恥ずべきものとされていました。歯を漆黒に染め上げることで口の中を闇のように見せ、逆に顔の白さを際立たせる。さらにお歯黒には歯並びの悪さを隠す効果や既婚者の証という意味もありました。黒く染めた歯は大人の女性としての格式を示すものでもあったのです。つまりあの黒い歯は単なる流行ではなく、私は一人前の女性ですという社会的なメッセージでもありました。笑顔の裏に潜む漆黒の闇、それは洗練された都会人の証だったのです。第3章、ふくよかさの誇り、セレブの証は下膨れ。現代のダイエット熱とは正反対に、当時はふくよかであることこそが美人の絶対条件でした。いわゆる下膨れの顔立ちです。当時は病気や飢えも多かった時代。そのため貴族女性たちはほとんど外を歩きませんでした。日に焼けず重労働もせず、十分な食事をとれる、ふっくらとぽっちゃりしている。この春の膳素晴らしいですね。桜の花びらのお菓子も本当に目も舌も喜びます。ということは
それだけで十分な栄養をとり、過酷な労働をしていない高貴な身分であることを証明していました。逆に痩せていることは貧しさや苦労を連想させ、人間的魅力に乏しいとみなされる傾向がありました。また十二一重という重さに10キロ近い衣装を着こなすためにも、この豊かな体型は不可欠だったのです。第4章、髪の長さは生命力、洗えない髪との死と。そして平安美人の命ともいえるのが髪です。美人の条件は自分の身長よりも長いこと。しかしこの髪の維持はまさに地獄でした。当時は髪を洗う習慣がほとんどなく、一度洗うだけで半日がかりの重労働。そのため強い香を抱きしめて匂いを消すことに必死でした。米の研ぎ汁で手入れをしたという記録も残っています。しかも髪が長すぎるため移動するだけでも大変でした。それでも女性たちは美しさを保つためにまともに洗えない髪を一生背負って、その重さに耐えながら美しさを守っていたのです。結び、美しさへの執念は1000年変わらない。マロ眉にお歯黒、そしてふくよかな体型。1000年前の美しさは現代から見ると奇妙に見えるかもしれませんが、そこには美しくなりたい、認められたいという今も昔も変わらない切実な願いがありました。しかしよく考えてみれば、現代の私たちもまた細さを求めたり、流行のメイクを追いかけたり、理想の美しさに近づこうとしています。時代が変わっても美しくなりたい、誰かに認められたいという気持ちはずっと変わっていないのかもしれません。そして時にはその理想に苦しめられることもあります。平安の女性たちもまた周囲の価値観の中で懸命に生きていました。今から1000年後の未来、私たちの今のメイクも狂っていると言われているかもしれませんね。いつの時代も女子の美しさは覚悟と執念で作られているのです。本当の美しさとは何か、その答えは1000年経った今もまだ誰にも分かっていないのかもしれませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。